わしじゃ、浮きみど魅力じゃ。浮きだよ。さきですわ。式の浮きと先も一緒なのでよろしくな。弥勒様、今日は何のゲーム？今回は久々の勝手移植作品の紹介じゃ。メガドライブ版のリアルバウト画廊伝説スペシャルをプレイしてみるのじゃ。本作はレオゲーマー氏が制作されたファンメイド作品で、あくまで開発中のバージョンではあるが、かなりのクオリティと何より原作に対する愛が詰まっているのじゃよ。本作のロムデータのダウンロード方法などはレオゲーマー氏の YouTube チャンネルを参照いただきたい。レトロフリークなどの互換機やエミュレータでもプレイすることが可能じゃ。ちなみに今回もポリメガのパッチ機能を使用する。ただポリメガは外部のロムデータを直接使用できないので、ロムデータをパッチに変換する必要がある。詳細はメガドライブ版 R タイプの動画で説明しているので、詳しく知りたい方は見ていただければ幸いじゃ。作成したパッチデータをポリメガ内のストレージに保存済みなので、早速起動してみるのじゃ。今回はせっかくなので画廊伝説2のパッチデータとして作成したのじゃよ。画廊伝説2の起動メニューの一番下にあるパッチ選択を選び、保存したパッチを選択してセットする。あとは通常と同じく起動するだけじゃ。ネオジオ CD 版の映像も右上に表示しているので、その移植度の素晴らしさを比べてみてほしい。しっかり商用利用不可や著作権についての記載があるのも素晴らしい。ネオジオ起動時のロゴっぽいデモが良いな。さすがにオープニングデモはまだないようじゃな。制作チームの方々をはじめ、クレジット表記もあり、冒頭からリスペクトを感じるな。タイトル画面もアレンジを加えていて、ジェネシスの文字が嬉しいのじゃ。デフォルトの言語がポルトガル語なので、まずはオプションで言語を変更してみる。ちゃんと難易度やラウンドあたりの制限時間の変更もできるし、サウンドテストも入っていて素晴らしい。この MSU は現時点ではオフのままで変更はできないようじゃな。そもそも MSU というのが何の機能なのか不明なのじゃ。ESG システムというのはオンオフの変更ができるようじゃな。ただ、これも何が違うのかよくわからないのじゃよ。言語はポルトガル語と英語のみじゃな。これは開発がブラジルの方なので、日本語がないのはさすがに仕方ないと思う。ちゃんとボタンコンフィグもあるのが嬉しいな。このあたりのシステム周りをしっかり作ってあるのが、とても好感が持てるのじゃ。さて、英語に変更してわかりやすくなったところで、メニューの確認じゃ。アーケードモードのほか、サバイバルモード、対戦モード、トレーニングモードと、一通りのモードが揃っている。ちょっとトレーニングモードを見てみるかな。キャラクターは全部使えるわけではないようじゃな。
テリーやマイなど一部のキャラが2種類いるが、いわゆるエクスキャラであり、使える技など性能が違っているのじゃ。ちゃんとギース様もいるのが良いな。対戦相手はこの変な色のクラウザーにしてみるか。おお、ちゃんとトレーニングの細かい設定もできるのか。立ち、しゃがみ、ジャンプ、CTU、人間と相手の動きが選べるようになっている。防御の有無も選択できるな。あとはパワーゲージの量も設定可能じゃ。このショーインプットは入力したキーを表示させることができる。こっちは当たり判定のフレームを表示じゃな。トレーニングモードもかなり凝っているのじゃよ。画面の左端に入力したキーが表示されるので、必殺技やコンボの練習がはかどるな。ありゃ、空中疾風剣が使えないのか。やり剣のため技ではなくコマンド技になっているな。制作中ということもあるかと思うが、キャラの性能は原作そのままではなくアレンジが加えられているようじゃ。ちなみにこれがコマンドリストじゃ。トレーニングモードの中でキャラを変更できるのも親切じゃな。よくできているのじゃよ。トレーニングモードの BGM が残ってしまっているな。さて、練習はこのくらいにしてアーケードモードをプレイするのじゃ。使用できるキャラ数こそ違うものの、キャラ選択画面はほぼ同じと言ってもいいくらいのクオリティじゃな。改めて使えるキャラクターの確認じゃ。デリーボガード、ジョー東、ブルーマリー、シラネイマイ、ジンチョンレイ、キムカファン、ボルフガングクラウザー、ジンチョンシュー、エクステリ、エクスジョー、エクスマリー、エクスマイ、リースハワード、あとはオメガクラウザーじゃ。オメガクラウザーってなんじゃ。まあ、オメガクラウザーについては後で説明するとして、今回は使い慣れているテリーでプレイするのじゃよ。何しろ主人公だからな。最初の対戦相手はキムカファンじゃ。さすがにステージ開始前の演出こそないものの、よく雰囲気を再現しているのじゃ。背景のグラフィックも含めてメガドライブの発色数の少なさを感じさせないクオリティなんじゃよ。ボイスもメガドライブ特有のノイズを最小限に抑えていて聞き取りやすいな。 BGM ももともとネオジオ自体の音源チップがメガドライブと同系統ということもあって違和感のない再現度じゃ。これがメガドライブで動いているとは思えないのじゃよ。ラウンドウェーブの代わりにパワーチャージになるのか。スコアもないのでファイティングレベルの判定もないようじゃな。まあこの辺はあくまで開発中ということだろうな。原作と同じ感覚で連続技が入るのがすごいな。ライジングタックルはため技ではなく昇竜拳コマンドになっているのか。お、鳳凰脚を食らってしまった。そしてこのファイナルインパクトの演出はプレイステーション移植版であるドミネイテッドマインドのものじゃな。これはなかなか気持ちの良いアレンジなのじゃよ。よし、勝ったのじゃ。勝利メッセージも出方こそ省略されているもののほぼ同じじゃな。対戦相手の名前の表示は
原作のアーケードモードではなく対戦モード仕様になっているのじゃな。次の相手は上東じゃ。このステージはかなり違うな。どうやらリアルバウトがロー伝説のステージをベースにしたものじゃな。先ほどのファイナルインパクト演出もそうじゃが、単純に忠実に移植するのではなく、シリーズの要素をうまくアレンジしているというのがまた愛を感じるのじゃ。超絶アレンジ移植のバロー伝説2があるメガドライブ版としてはある意味ふさわしいかもしれぬな。ステージ両端の破壊ギミックも今のところはまだ入っていないようじゃな。そういえば今さら気づいたのじゃが、ライン移動もできないのだ。普通に1ラインのゲームになっているな。ただアニメーションパターンも入ってはいるとはいえ、プレイ感覚の再現度はかなり高いのが良いな。勝利ポーズも一つのパターンしかないのか。帽子を投げての OK がないのはちょっと寂しいな。続いての対戦相手はジンチョン州じゃな。見たことのないグラフィックのステージじゃ。バロー伝説3の最終ステージっぽいはオリジナルなのかもしれない。竜が抱える3つの宝玉のようなものが3つの秘伝書の存在をイメージしたようで、制作者の方のバロー伝説シリーズへのこだわりが伝わってくるのじゃよ。チョンシューの色がかなり違うのはちょっと気になるな。次はブルーマリーじゃな。やはりバイクの演出はなしか。背景の青空のクオリティがなかなかすごいな。そして背景にはハルドヒーローズのキャプテンキッドやヒューマンアスレチックスのシャロンっぽいキャラがいるのじゃ。同じネオジオ作品のワールドヒーローズは良いとして、なぜナムコのヒューマンアスレチックスなんじゃろうか。なんとなくじゃが、このマリーのグラフィックはドラゴンボールの人造人間児8号に似ている気がするのじゃよ。まあ、もともと似てはいたのじゃが、特に体力ゲージの横の顔グラフィックとか、さらにドラゴンボールっぽくなっているのは気のせいじゃろうか。まあ、気
気のせいということにしておくのじゃ。お、パワーゲイザーで倒せたのじゃよ。次は知らぬいまいが相手か。ステージのグラフィックはちょっと違うな。原作のステージの背景にある赤い橋の上に移動したみたいなイメージじゃな。なかなか粋なステージデザインで活かすのじゃよ。そしてしれっと侍スピリッツの服部半蔵さんが背景にいるのが笑えるのじゃ。ちゃんと専用 BGM も再現されていて、マリーと女性キャラが優遇されているのじゃよ。次の相手はテリーということで同キャラ対決じゃな。なるほど、このジャンプして上着を着る演出もまだ入っていないのか。簡単にリアルバウト画廊伝説スペシャルについて紹介じゃ。もともとはリアルバウト画廊伝説の続編であり、1997年1月28日にアーケードのネオジオ作品として SNK より開発販売された。原作で不満が多かったリングアウトシステムやラインシステムを変更し、過去作から何人かキャラクターが追加されており、洗練された内容となっている。家庭用としてはネオジオ CD のほかセガサターンやプレイステーションなどにも移植されている。特にプレイステーション版は格闘ゲームとしての移植度はサターン版に劣るものの、新キャラによるストーリーやアニメーションなどのオリジナル要素が多く、ドミネイテッドマインドという名前の別タイトルとなっているのじゃよ。続いてはチョンシューの兄であるチョンレイじゃ。ステージはチョンシューと同じじゃな。先ほどもそうだったが、このステージはクラウダーのステージと同じ BGM なのじゃな。まだ専用の BGM が入っていないキャラもいるということじゃ。
どうやら潜在超必殺技のトリプルゲイザーは入っていないようじゃな。通常のパワーゲイザーしかまだないと思われる。気のせいかもしれないが、体力ゲージが点滅でも超必殺技が出ない気がするんじゃよね。パワーゲージがマックスの時しか出せない仕様になっているのかもしれない。でもファイナルインパクトの演出が気持ちよいので許せてしまうな。次はいよいよボスであるクラウザー戦じゃ。さすがに開始前の演出は長いのでバッツリカットされているが、ステージはちゃんと専用ステージが用意されている。ちなみに原作ではクラウザーとの対戦も含めて敗北がなく、かつファイティングレベルが一定以上だと、この後に隠しボスであるナイトメア・ギースとのバトルがあったのじゃ。もちろん本作でも条件は少し違うが、ボーナスバトルがある。条件の詳細は不明じゃが、おそらく最高難易度の8でクリアしなければならないことは間違いないようじゃ。クラウザーと2回目の対戦かと思わせて、実は最初のキャラ選択にもあったオメガクラウザーが相手じゃ。KOF のオメガルがあると同じく、通常のクラウザーより全体的に強化されている。ブリッツボールも速度が上がっているし、全体的に食らうダメージも大きいのじゃ。両弾ブリッツボールを打ってきた時にパワーレードを出すのが効くな。ガードが硬くて当たらないんじゃが、パワーゲイザーが使ってくれた。削り勝った感じじゃな。音楽はギースステージの音楽で、ステージ自体もちゃんとナイトメアギースのステージなのが素晴らしいな。他の要素はまだ実装していなくても、こういうところは優先して実装するあたり、制作者の愛を感じるのじゃ。サイザーウェーブも強化されているな。
グトマホークのダメージが痛すぎる。ルガールのジェノサイドカッターを使ってきたのじゃよ。やばすぎるな。よし、なんとかパワーゲイザーのおかげで倒せたのじゃよ。それにしてもジェノサイドカッターまで使ってくるとは思わなかったのじゃ。そしてついに満を持して我らがギース様の登場じゃ。足元の炎こそはないものの、デビル風やのように人間離れしたあの肌の色は間違いなくナイトメアギース様じゃ。体力ゲージの下の名前も色も違うしな。レイジングストームの発生が早いので対空技になっているのじゃ。20秒でやられてしまった。慎重にいかなければじゃな。オメガクラウダーと同様に全体的に強化されている。越空剣も速くなっているし、攻撃が5段ヒットするのが強すぎる。普通に戦うとガードが高いので何かしら攻撃を誘ってその隙をつくのが良さそうじゃな。またレイジングストームを食らってしまった。さすがわしじゃ。これでやっと1対1じゃな。なんとか有利なように見えるが、おそらくコンボ一発当てられたらあっという間に逆転される状況じゃ。パワーゲイザーは当たらないか。最後はバハンナックルで決めたのじゃよ。なんと我ながら劇的な勝利だったな。セリフやスタッフロールこそないものの、原作と同じようなエンディンググラフィックが表示されるのじゃ。ちなみに難易度が低い場合はもっと高い難易度で挑戦してねとメッセージが出て終わりじゃ。とりあえずクリアできたし、何より楽しかったのじゃよ。
ここからちょっとだけおまけコーナーじゃ。タイトル画面のメニューの中にコンクエストというのがある。これはどうやらいわゆる実績機能らしい。達成した項目には黄色い星がつくようになっている。どのキャラクターでエンディングを見たとかだけでなく、どういう勝ち方や負け方をしたのかも対象になっている。ハテナになっているところは、おそらくオメバクラウダーとかナイトメアギースじゃな。スーパーテリーとかなんなのか気になるな。長く遊べるようにという制作者の配慮が、こういうところにも現れていて素晴らしいのじゃ。あとは、最初にキャラ選択の時に説明したが、エクスキャラについても少し紹介する。上から3段目のテリー、ジョー、マリー、マイは1段目と同じキャラに見えるが、実は少し技や性能が違うエクスキャラとなっている。原作のエクスキャラとはまた違う性能なのじゃが、また攻略法なども変わってきて面白いのじゃよ。エクスキャラは体力ゲージの下の名前のところが黄色くなる。テリーはパワーダンクがなくなった代わりにこのスライディングキックが使えるようになっている。あとはパワーチャージがなくなり、同じコマンドでラウンドウェーブになった。ジョーのエクストラはハリケーンアッパーの強が2連続で出るようになった。そしてスラッシュキックが2連続で当たらなくなり、一発のみになっているのじゃ。今度はマイのエクスキャラを見てみるのじゃ。同じキャラにすると名前の部分の色の違いがよくわかるな。マイの場合はタケロウの舞が使えなくなった代わりにムササビの舞が使えるようになった。こちらの方が一気に距離を詰められるのでわしは使いやすいな。最後は先ほどのアーケードモードで強烈なインパクトを与えてくれた本作のオリジナルキャラオメガクラウダーを使ってみて終わりにするのじゃよ。ジェノサイドカッターのコマンドは何じゃろうか。これかな。これはレッグトマホークか。この瞬間移動アタックみたいなのも強力じゃな。
出た。なるほど、後ろに昇竜拳コマンドか。これは強いな。思わず笑ってしまう。制作者の方々のリスペクトと愛が溢れていて、完成が楽しみなクオリティなのじゃが、心ないものが本作をロムに焼いて無許可販売したため、レオゲーマー氏はメーカーなどに迷惑をかけないよう本作の開発を中止したらしい。あくまでファンメイドとして無償で制作された移植作やバッジを制作者でも著作権者でもないのに、ただ己の利益のためだけに販売する輩がいるのは本当に残念なことなのじゃよ。著作権的には本当はよろしくないので、あくまで個人の趣味として楽しむといった範囲でわしは応援していきたいと思うのじゃ。この動画を見ていただいた方もその旨をご理解いただけるとありがたい。というわけで今回はここまでじゃ。では次回もよろしくな。よろしくですわ。よろしくね。次回もぜひ見てほしいですわ。チャンネル登録もしてね。ウキ、そんないい加減な言い方をしていると閉めますわよ。登録してください。